疲れ様。ドクターの犬め。報告使徒進行作戦は終盤を迎えました。海中砲沈没、地上部隊による逃走作戦開始。やるぞー。調子は行っちゃいますか。なんだ。や何を知りたいのですか？どうしました？順調か？なんだ？はいはーい。どうしました？何ですか？皆殺しだ。気を引き締めましょう。飯食ったかおい。何よ。どうした？遊んでいる暇はない。どうしたの？お元気？マキナ。レム。マキナ、大丈夫？一人でこんなところで何してるの？思い出してた昔のことを。村にいた頃？ああ、それからここでレムと再会してクラスゼロの一員になって、それからレム、どうして君は候補生になった？え？それはアギトになりたいから。アギトになれば無力な自分と決別できる。村のみんなを救えなかった自分と。不思議だな。俺もレムと同じ理由でここへ来たのに。わからなくなるんだ、自分が。クラスゼロにいるのに俺の居場所はここじゃない。どうしてそんなこと言うの？みんなで助け合ってここまで来たのに。助け合って？いいや、
助け合ってなんかいないさ。俺はずっと助けられ続けてきただけだ。マキナ。でももう違う。俺はレムを守れる。俺は決別したんだ。口先だけの自分と。もう心配いらない。マキナ、何か悩んでるなら私やクラスゼロのみんなに言って。そろそろ戻った方がいいよ。風が冷たくなった。マキナ。何か用？やはりあの敗北がきっかけとなり、ここまで追い詰められたか。いよいよ出撃しやがるんですか、准将。貴様、その口の利き方は治らんのか。生まれつきなんで治りゃしませんね。適当なこと。朱雀の部隊が近くまで来ている。戻るのなら好きにするがいい。お断りだな。なんだと。これでも捕虜から下僕にしてくれやがったこと、波の心くらいは感謝してたりしてなかったり。いつ下僕になどした。意味がわからん。ここは戦場になれ。さっさと朱雀へ帰るのだな。准将はさっき好きにしろと言ったですね。だから私は好きに待ってやる。くだらん。我は。あんたが夢見ているミリテスはまだこれからなんじゃないのか。んと後ろの連中が言ってやがるぞ。准将、その機体はとびっきりのチューンアップをしました。空の彼方にだって行けます。それで死んだらかっこ悪いですよ。そうだ、死に花咲かせようなんてくだらねえこと考えないで、いつもみたいに偉そうに帰ってきやがれ。くだらん。我を誰だと思っている。完全機関車カトル・バシュタールだ。舶来、出るぞ。期待してるぞ。しっかりな。
効果開始。我々の勝利は目前です。敵部隊に飛行型窓アーマーを確認。カトルだ。グラステルはカトルを止めてくれ。これも因果か。こうも早く貴様らに会えるとはな。クラスゼロ任務を開始する。第6ミリ鉄艦隊撃破。04空域オールクリアです。白の要塞制圧順調。予定時間を短縮して破壊できそうです。約白の 80% を制圧。我々の勝利は目前です。俺の番だぜ。任せてくれ。ミユコ、どこを狙っているミユコマシ。どこを狙っている。どこを狙っている。さあどうする。恐れがあった。これ以上好きにさせん。肉を極めて骨を取ろう。恐れがあった。任務完了。初めて僕たちが奴の上に立ったな。これで戦いも終わる。やっぱりクラスゼロは特別です。勢いが違いすぎるな。少々無理をしすぎたか。一度基地に戻らねば。準将の機体から緊急信号。これはアルテマ反応。なぜ準将の機体にアルテマ弾が。俺だけ死んでたまるか。どうせミリテスも終わりだ。奴らもろとも。まさかお前準将の。これはアルテマ反応。小型化の実験弾とはいえ、こんなところで爆発すれば基地どころか白虎も町もくそー。あと少し持て。限界だ。しかしここまで来れば。
常に最前線で戦い続けた因果だろう。心残りといえばまさに因果応報か。勲章？シド様、アルテマ団です。暴走した実験弾を1台の後期が高高度まで運んだ模様です。そうか、言ったのか。こちらからの呼びかけにも応答がありません。
先ほどペリスティリウム白虎完全制圧の報が届きました。ついに落としましたか。思いのほか手間取りましたな。シドールスタインはいかがしました？現在行方を捜索中です。しかし白虎クリスタルを抑えたのであれば彼は何もできないでしょう。はい。我がスザクによるオリエンス統一、ここになされり。まだダメ。あともう少しだ。レムさん？時の歯車は大きな音を立て回転する。そして戻れぬ時を刻む。一つ、二つ、三つ、四つ。時は満ち、始まりの封は切れる。そして世界に雷の小羽響かん。つまりこれはクリスタルの意志。9と9が9を迎えしたクリスタルの式なる姿、脈の摂氏、すべてにおいて意味が出る。腐り放つ。そして始まりの封が切れしてきた。すべてにおいて意味。雷のごとき声が響かん。この日、世界が変わった。突如、空は赤くなり、海は漆黒に塗りつぶされた。そして、見たこともない様式の神殿が現れ、世界はルルサスという敵に埋め尽くされた。スザクでは、院長を含めた各局長とも連絡が取れなくなり、ルシ・シュユやマキナも行方不明になった。指示系統を失った候補生たちは、世界を凌辱しているルルサスに殺されていく。院内は混乱の一途を極めた。その中でクラスゼロが行っていたミッションコード
クリムゾンの存在が露見し、クラスゼロは不満のはけ口としてスケープゴートとなっていった。フィニスという判決。フィニスの時が来たんだ。みんなあのルルサスって奴らに殺されるんだよ。落ち着け。みんなの不安を煽るな。うるさい。そもそもお前たちクラスゼロが来てから何もかもおかしくなったんだ。そうさ、何が幻のクラスゼロだ。そうやって都合の悪いことを全て人のせいにするつもりですか。お前らのせいでスザクは、いやオリエンスはおかしくなったんだ。お前らはアギト候補生なんかじゃない。フィニスを呼び寄せた悪魔だ。悪態をついている暇があるなら少しは建設的なことを考えたらどうです。候補生が束になっても勝てなくてチームも効かない。じゃあ逃げればいいのか。どこへ、どうやって生き残るためにはどうしたらいいんだよ。それは逃げるとこなんかないんだ。みんな死ぬんだ。終わるんだ。まずいぞ。パニックが伝染する。みんなちょっと前まで僕たちに頼ってたのに手のひらを返して攻め立てている。ふん、どうせ私らは嫌われ者だよ。私たちはマザーやスザクのミッションをこなしてただけだ。誰かに感情をぶつける理由が欲しいのさ。鬼を飼っていた者がいつしか鬼として追われるようになる。昔からよくある話ですね。もう一体全体どうなってるの？わけがわかんないよ。落ち着いて状況を整理しましょう。一番の問題はそうですね。まずはやっぱりあれです。珍しいこともあるもんだ。クイーンもパニクるんだね。そんなことを言ってる場合じゃありません。レムさんが
目を覚まさないんですよ。レム、急に倒れてそれっきり起きないなんて。病気だったんだよね。なんで隠してたんだろう。こちらに心配をかけまいとした。そういうことだろう。そうだろうな。体調の話をしているときはいつも嘘をついているようだった。セブン、そういうのわかるんだ。みんなは分かってなかったのか。レムの病気は随分と前からだったらしい。今の医学では治らないとマザーが言っていた。医療科の話でもファントマの弱り具合からもう目覚めないかもしれないと言われました。みんな辛気臭いな。もうちょっと前向きに行こうよ。そもそもマキナのやつはどこに消えたんだよ、おい。レムのピンチだったのにしょうがねえやつだったく。マキナのことを私たちが覚えているということは、マキナが生きている証拠だ。でもどこにいるってんだ。なんだかクラスゼロがバラバラになっていくみたいですね。暗すぎるって。でも、さすがにこの状況はちょっとへこんじゃうよ。いい？暗くしてたってレムは目覚めないし、マキナも見つからないよ。そんなに暗くなってるとみんなでどんどん沈んでやがて沈没。明るく振る舞っても同じことだろ。違う。前向きになれば前向きな未来が描けるんだよ。いい案も出やすくなるんだって。お？ジャック。何？生まれて初めてあんたを尊敬したよ。いやー、照れるなー。って褒めてないよね、それ。いじけている暇があったらまずはできることからだな。少し情報を集めよう。封は切られ、魂の解放はなされた。マザー、今のは？あなたたちはたどり着けるのかしら？え？私が求める刹那の、いいえ、虚空の先、涅槃寂情のごとき可能性に。マザー、それって何の話？最後の1ページは自分たちで記しなさい。あなたたちはただの一度も生き方を選んではいないのだから。生き方を選んでいないって？クイーン、あなたならわかるでしょう。アカシャの書ですか？そう、クリスタルの意志、すべての運命を記した書。あなたたちはその書に記された通り、ただ忠実に命令を全うし生きてきただけ。そんなこと。だから最後だけは選びなさい。これは私が最後にあげる人としての自由。
そう、あなたたちは人なのよ。人には生まれを選ぶ自由はない。でも人だけがどう生きどう死ぬかを選ぶことができる。だから選びなさい。そしてアカシャの書に自ら記しなさい。マザー、いつもと感じが違ったね。なんかよ、いつも以上に話がわかんなくて頭がぐちゃぐちゃになりそうだぜ。だいたい俺らが人なのは当たり前じゃねえのか、おい。マザーは選べと言った。私たちは何を選べばいいんだ？何ですか？頑張りましょう。やあ、調子は？あのルルサスってやつら結局何者なのかね。そんなに手強い相手なのか？すっごい強いよ。シンクちゃんがちょっと自信なくしちゃうくらい強かったよ。まるで歯が立たないっていうのはああいうことさ。マジか。さらに追加で悲しいお知らせです。総領に向かったファーストの皆さんからの連絡がプチッとな。連絡が途切れたのか、おいこら。奴らに食われたか。そんなの関係ねえぞこら。とにかくルルサスとかいう連中をぶち倒せばいいんだろうが。クラスゼロ全員でかかれば楽勝だって。俺がぶっ飛ばしてやるよ。今ばかりはあんたのたわごとが心強いよ。どうした？よう。なーにー？やっほー。あ？んだよ。何？お元気？遊んでいる暇はない。どうした？どうした？何？はいはーい。
何か用か。なんだ。時には休息も必要です。お疲れ様。お疲れ。よ、お前ら。こんな時に指令室で何やってるんだ？こんな時だからだよ。困ったもんでさ、院長が行方不明なんだ。何ですって？まったくこの非常事態にって思うだろう。議会とも連絡がつかなくて、おまけにドクター・アレシアも捕まらない。マザン。初めはルルサスってのにやられたのかとも思ったけど、覚えてるから生きてはいるってことだ。それでは今は誰が朱雀をまとめているのですか？誰もいないから困ったって話だよ。命令系統は完全崩壊。仕方ないからここだけは仕切ろうと思ってさ。で、どういう状況なんだ？悲惨だよ。ルルサスとかいう化け物は朱雀に進行中。撃退に向かった候補生たちは手も足も出ない。何人も死んだよ。朱雀の候補生たちが。聞いたところによると、ルルサスってのは聖者のファンタマを破壊するらしい。つまり治癒が効かない。被害がでかいわけさ。早くどうにかしないと。もう命令は降りてこない。頼れるのは自分と仲間だけだ。新しい情報が入るかもしれないから、また顔出してくれ。俺のできることはそれくらいなんでな。お疲れさん。持ち場を離れず防衛態勢を整えてください。何か用か？そうだ、お前らには伝えておく。広告の使徒が例の神殿に入った。使徒が？一体何をするつもりだ？さあな、開目。どうした？空挺がこれじゃ神殿に近づけない。このままじゃ全滅だ。ダメだ、助けてくれ。おい、どうした？落とすを。くそ、他の連中はダメだ。
まさか全滅？お前らあそこに近づくなよ。かの地、選ばれし者のみが入ることを許される。その者天理天道に触れ、誠なるものを手にするだろう。それは利害の利、アギトへの断り。それは力、アギトへ至る王権。そして賢者は語る。全てにおいて意味があり、全てにおいて意味が明ける。選択せよ。断りか王なる力か。我はなろう、アギトへと。鐘を鳴らそう。世界を震わせ伝えよう。九と九が九を迎えしとき、四季なる底脈動せし。そして始まりの風が切れしとき、雷のごとき小姉が響かん。我ら来たれいと。何それ。無名の書と言われる本の一節です。シドがアギトになるっていうのか。そうは言ってませんが、状況が似通っていたので思い出しただけです。ちょっと似すぎだね。あの男がアギトになったらスザクはどうなってしまうのでしょう。簡単に見過ごせる問題でもなさそうだな。皆さんにお話があります。準備ができたら教えてください。私は何があっても最後の時までここで放送し続けます。やあ。ですから皆さんも諦めないでください。なんだ。以上、放送室からでした。何か用か。やあ。何を知りたいのですか。よう。どうしました？改まって話ってなんだ。朱雀の背後に現れた神殿のことです。あれを知っているのか。審判の地バンマ殿。あの神殿の奥では審判者と呼ばれる者がこの世界にアギトが生まれたのか、その最後の審判を行うために待っています。外の世界に溢れているルルサスも関係があるのですか。ええ、あれはアギトなき世界を消し去る者たち。最後の審判の結果以下ではいなくなるのかもしれません。かも。はい、その先はここには書いてありませんから。マザーが言ってた最後の1ページ。そうですね。それで俺たちに何をしろと。それは私が決めることなわけないじゃないですか。皆さんは何をしたいのですか。何したいって。ねえねえ、その審判者とかは何がしたくて審判してるの？審判者がしたいことですか。それはクリスタルに与えられた使命を全うすることではないでしょうか。でもそんなの
私たちは知ったことじゃないよね。そうだな。アギトが生まれねえ世界を消す？はっ、私もそんなの許した覚えはないね。ではどうしますか？ルルサスからスザクを、世界を守りますか？いやいや、ただの候補生が世界を守るとかおかしいでしょ。ただの候補生かは置いといて、どちらにせよ僕たちは命令のない戦いを知らない。最後の1ページは私たちが決めろか。どうする？俺たちの選択肢はそれほど多いわけじゃないだろう。ルルサスに立ち向かいスザクを守るか、このままここでルルサスがスザクを滅ぼすのを待つか。どっか逃げちゃうってのも良くない？審判者とかいうやつが親玉なら、そいつをぶっ倒すって手もあるんじゃないの？お、それだと俺らのいつもの任務っぽくて分かりやすいな。おい、誰かを守りながら戦うとかもう全然性に合わねえし。アギとならざる者、審判者の前に立ちしとき、その命無に帰るだろう。は？無名の書にはそう書かれています。書の記述が正しいのなら、審判者のもとに行くにはアギトになるしかないのかもしれません。いきなりアギトになれと言われて簡単になれるものなら誰かがとっくになっているはずです。そうでしょうね。そもそも今はマザーがいないことをお忘れですか？そうです。マザーがいないと私たちは戦闘離脱時に目覚めることができません。だね。私らマザーがいないまま戦ったことなんてないもんね。じゃあこのまま黙ってスザクと共に滅ぶのか？回復は役割を分担して俺たちでやればいい。おお、ナイスアイデア。忘れたのですか？ルルサスに負わされる致命傷はファントマに及びます。回復する術はないんです。何を選んだところで死ぬだけか。まるで死に方を選べって言われてるみたいだね。どうやって死ぬのかっていうのは、どうやって生き抜くかってことでもあるんじゃないかな。あんた、たまにうまいこと言うんだよね。アテンション。クポ。星姫なのか？シドはかの地にて誠なるものを手に入れた。まさかシドがアギトに？お前たちも向かうのならば私が送り届けよう。なぜだ？かの地は人の身ではたどり着くことはできない。道を開けるはルシのみ。今のスザクにルシはいない。だから私が代わりをしてやろう。罠なんだろ。これは私の選択。お前たちは好きに選べばよい。ただし時間はない。私が人の意志を保っていられるのは蒼竜に危害が加わっていない今だけだ。
こんな状況で元気だったらおかしいって。やっぱりそうだよね。お前は元気そうだな。ただジタバタしても無駄って分かったからこうしてるだけ。今はみんなアギトが現れて何とかしてほしいとか思ってるじゃん。そこでカルラがアギトでしたとか素敵なオチはないの？それはなかなか楽しそうだけど。アギトね。ま、そんなもんが本当に現れてくれるならいくら出したっていいね。らしくないことを言うな。いくらギルを貯めてたところで世界が終わったら意味ないし、成績が良くてもルルサスは見逃してくれないし、なんか私が今までしてきたことって意味なかったって思っちゃってさ。どうしてこうなっちゃったんだろう。違うな。今考えなければならないのはどうしてこうなったかではなく、これからどうするかだ。みんなすごいね。諦めてないんだね。まあクラッセロは諦めの悪いやつらばっかりだから。カルラもじゃない？そうかな。そうかも。そうだね。人間万事採用が馬。ピンチの時こそ稼ぎ時って言うもんね。じゃああのルルサスってのをどうにかしてみんなからたんまりもらっちゃうとしますか。そうそう、やっぱりカルラはそうじゃないと。ありがとう。俺たちにもまだできることはある。もうおしまいですね。伝説のフィニスの時とはこの時を意味していたのです。そんなこと言わないでください。まだどうにかなりますよ。私はアギトとは魔法を自在に使いこなすものと解釈していました。私はアギトになりたかったのです。俺たち候補生はみんなそうだろ。けどはっきりと分かりました。アギトなんて存在しないんですよ。フィニスの時が訪れた際、人々が絶望しないように作り出した最後の幻想、それがアギトです。どうしてそんなこと言うんですか？クオンさんらしくありません。私が探求した全ての魔導知識、あのルルサス相手に何の意味もなさなかった。だからって絶望するにはまだ早い。あのトゴレスさえ消し去った高型ルシがルルサス相手に倒れたのに。ご存知なかったのですか？そうなのか。アギトは現れない。フィニスの時がオリエンスを飲み込むのです。リード、何してるんだ？無論武具の整備だ。今度の敵は強い。さすがやる気満々だね。俺は玄武が消滅した時何もできなかった。だが今度は違う。朱雀をオリエンスを終わらせはしない。けどさ、院長とも議会とも連絡がつかないんだよ。ならば己の意志で動くまで。
迷いがないんだね。何を迷う？今こそ俺たちの力を証明する時。友を守るために戦うだけだ。あんたのそういうとこ嫌いじゃないよ。ムツキ、何をしているんですか？もちろん僕をいじめに来るルルサスをやっつける爆弾を作ってるんだよ。なるほど。今まで聞いた君のご意見の中で一番まともですね。あいつらは今度は本当に僕をいじめに来るんだろ？いじめでは済まないと思いますがね。よーし、なら今度は思う存分僕の爆弾の威力を思い知らせてやる。ドッカーンってね。こういう時はなんだか頼りになりますね。なんだ？何か用か？どうした？なんだ？なんだ？やあ。何？よう。あ、どうしたの？なーに？順調か？飯食ったか、おい。ああ？いや、はいはーい。遊んでいる暇はない。どうした？どうしました？やっほー。遊ぶ？忙しいんですが。や。
クポ。なぜ息子すら殺した俺たちをこの地へ送った？恨みつらみは消えぬ。しかし今、私はカヤ様が御事をかけた未来を信じてみようと思っている。カヤ様。アンドリア・カヤ総流女王。女王様のことを覚えているのですか？ルシになりし時、女王の竜より記憶を戻されたのだ。カヤ様には未来を見る力があった。だからミリテスに行くことは自らの死を招くとも分かっておった。じゃあどうして？それが必要だと思うたのだろう。カヤ様はそれを選んだ。そして私も総流クリスタルの意志とは別の道を今。そうか。これで私は全てを失うのか。家名に縛られ赤時の守護として我が子を失ってまで国と民を守り続けたか。ここまでなのだな。それが私の選んだ道か。お前たちも選べ。自らの道を自らの意志で、そして生き抜き死んでみせろ。おい！一体何なんだよ。落ちたんだ。それってええ、彼女はもうこの世界にはいません。これは因縁か。会うたこともないが知っておるぞ。白虎にあだをなしたあの女の傀儡ども。いいだろう。我が貴様らに審判を与えよう。私たちは簡単に死にません。まさかシドとこんな形で戦うとは思ってませんでしたね。偉そうに。我が棚心で存分に死に始めよう。では別れて個別に対応しましょう。
行こう。審判を与えよう。先に進むことは行くよ。貴様らにできるのか。いつまで耐えればいいんだよ。次に進め。行こう。この程度は造作もないだろう。ここはさっきも通ったぞ。ここは白虎なのか。それにあれは。
行くよ。これくらいはやってもらわんとな。攻撃がキャッチね。ほらほら、無駄死にするなよ。俺の番だ。ぶっ倒せ。お任せください。当然の結果です。あとは頼みます。先に進むことは許しよう。はあ？これ朱雀の町じゃねえか。こんな茶番とっとと終わらせるよ。ルシにふさわしき強き心と汝ルシになる我に朱雀を救うか。なんだってんだ一体。選択は汝に移りし